えーっと、次々入ってこられますね。はい。ちょっとしばらく、1分ほど待ちましょうか。大丈夫ですかね。ちょっとゲストの方、テストしたいので、今、八百板さんは喋っていただきましたので、むちゃちゃ園のお二人、ちょっとマイクをオンにして喋ってみてもらえますか。はい、こんにちは。村上です。高井です。はい、ご無沙汰です。よろしくお願いします。はい、では、上村君と竹平君お願いできますか。ちょっと喋ってみてください。はい、上村です。竹平です。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫そうですね。これ残り時間が刻々とカウントダウンされるんですね。プレッシャーですので。じゃあ、次々来られる方もおられるかもしれませんけれども、時間もありますので、まだ、70人ほど全大会に残っておられますけど、始めたいと思います。改めまして、この分科会、エシカルなワークガームコミュニティということで、ホストを務めます、ワーカーズコープ連合会の古村と言います。よろしくお願いいたします。ゲストの方々には、事前にこんなイメージでっていうのをお送りしますっていうふうに1週間前にお伝えしておりましたが、先ほど1時間前に送らせていただきました。ほとんど見ておられないと思いますので、したがって完全ライブ中継ということになろうかと思います。時間がそんなにあるようでないので、前半は今回のテーマがちょっと横文字になっちゃいましたけれども、エシカルなワークということが一つテーマになっています。私の中ではこれはほぼイコール共同労働ということなんですが、もう少し皆さんがやられている仕事や働くときに大事にしている価値観みたいなことをベースにしていただきたいんですけれども、自分たちの今やっている仕事や取り組みの紹介をまずしていただくことと、それがコミュニティ作りってことにどうつながるかっていうのは後半の議論のところでやりたいと思いますので、まず前半はそれぞれどんなことをやっておられるかっていう報告めいたことを中心にお願いできればと思います。で、八百板さん10分、酒井さんと村上さん2人で15分、上村さんと竹平さん2人で15分ということで、お願いできればと思いますので、で途中でトークを、40分ぐらい予定をしておりますので、ゲストとのやり取りもやりますけれども、これは分科会ごとのチャットが出てくるんですかね。今は全体会のチャットですね、これね。もしあれでしたら参加していただいた方々も、チャットというよりはマイクをオンにしていただいて、声をかけていただければ、少しやり取りの中に反映させたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。では早速ですけども、始めさせていただきたいと思います。じゃあ最初に、903シティファームという、これは組織と言っていいんでしょうか、活動と言っていいんでしょうか、の、八百板初美さんの方からよろしくお願いします。はい、皆さん、はじめましての方が多いかと思うんですけれども、改めまして、903シティファーム推進協議会の委員長の八百板と申します。この直近ですね、ワーカーズコープさんの巡回員にもならせてもらっていて、新しい組織の形ということで、私自身も学びながら進めているところです。で、本当に一番元々のところでいうと、本当に辻ゼミの出身っていうのもありまして、そういったコミュニティを自分自身でどう作っていけるのかっていうところも課題の中で自分で持っていたところです。で、私たち903シティファーム推進協議会なんですけれども、本当に農と食で地域がつながっていく、ローカルとつながるっていうことを掲げて、畑はもちろんなんですけれども、去年の9月からですね、田心カフェというコミュニティカフェを浅草にオープンしまして、また、浅草田んぼプロジェクトということで、地域の方と一緒にですね、稲を育てたり、お野菜を育てたりっていうのを神社さんでやらせてもらっています。で、私自身は栃木の出身なんですけれども、東京で就職してっていうことで、
本当にいかに地元とつながりながら生きていくことができるのかっていうのが自分自身の課題でもありました。本当に大切なものを大切にできる生き方、場所にとらわれない働き方とか生き方っていうのをどうやって実現していくのかっていうところからスタートして、なので都心でっていうのがもしかしたら皆さんとは違う特徴の一つなのかなとは思っています。で、少しちょっと写真の共有をさせていただきます。そうですね、私たち農と食ということで畑はもちろんなんですけれども本当に90分圏内に3割の自立した社会を自分たちの手で作り出していこうということで、2015年これ越谷の畑なんですけれども、自分たちの畑で収穫祭なんかをしながら、スタートをしたっていうところです。で、畑だけじゃなくて畑っていうのは人とつながる場所だったりということで、自分たちがやりたいことを要はやってきてるんですけれども、マインドフルっていう、昼寝みたいな感じに移りますが、マインドフルネスをちょっと経験してみるとか、あと美容師さんが仲間にいるので青空の下で美容室をやってみるとかですね。そしてあとは映画祭ですね。自分たちでスクリーンを塗って自分たちで見たい映画を畑で上映したりっていうこともやってきました。で、あとはこれは茅ヶ崎の、大竹農園さんという農家さんと、あと熊沢酒造さん、湘南ビールを作られている熊沢酒造さんと一緒の形で、田植えから稲刈り、そして日本酒作りっていうのもやってきたっていうのがスタートの時期です。本当に畑をもとに農園をもとにつながる場所を楽しんできたっていうのがスタートでした。で、そんな中で自分たちで自分たちが食べる分の野菜っていうのは作ってたんですけれども、もしかしたら今暮らしている浅草の町に目を向けた時に、なんか実際に自分たちが安心安全なお野菜を食べれる場所がないねっていうところから、もしかしたらこの浅草で野菜を販売していく、届けていくっていうことも求められているのかもしれないなということで、2017年の春ぐらいからですね、本当に軒先を、飲食店の軒先をお借りして、一番左上が一番最初の時のマルシェなんですけれども、マルシェと言えるのかっていうぐらい、本当に机一つでですね、お野菜販売を始めたっていうのが、スタートです。で、そういうふうにして、今では縁日みたいな形で、近くの秋葉神社さんという神社で、小さくですね、マルシェ、出店者を募りながらマルシェをやったりということで、こんなふうにコミュニティがスタートしてきたっていうところです。で、今一度今回いただいたテーマにエシカルなワークが編むコミュニティっていうことなんですけれども、立ち戻って考えてみたんですが、エシカルなっていうところ、先ほども親善美っていう言葉が高橋さんからもありましたけれども、エシカルなワークって考えたときに、やっぱり良い社会の中に、良い経済があって、良い経済の中に良い働き方が生まれてくるのかなと、思って考えていました。で今私自身は行政書士としても会社を建てたりとかですね、許認可を取るお手伝いということで、新しい働き方を後押しするような仕事もさせていただいているんですけれども、やっぱり自分自身そういった誰かの事業がスタートしていくってお手伝いもしているんですけれども、903自身がですね、そのエシカルな働き方の実践の場になってきているのかなというところで、今感じているところです。で、一つの取り組みですね、先ほどカフェをご紹介いただいたんですけれども、去年の9月にご縁があってスタートさせた、浅草にスタートさせた田心カフェというものがあります。で、ここはですね、こんなメンバーでやってるんですけれども、本当に水木金土と店長が変わって料理が変わるって形で、それぞれの店長たちが自分たちで出資をして、自分たちが作りたい料理を提供して、で自分たちで意思決定しながら利益の分配なんかもしているっていうことで、ここがですね、そのワーカーズさんともすごく重なる部分なんじゃないかなということで、勉強し自分たちも加盟させていただいたんですけれども、メインがこの一番上の写真の左の2人ですね。
店長が今20歳の大学3年生の森谷君という男の子と、農園長という形で一番左の男の子なんですが、21歳の男の子が今担っているんですけれども、なんか本当にそういう形でメインのメンバーが上、4名がですね、水木金土というふうに店頭に立ってるんですけれども、そんな新しい働く形っていうところを、実践とかどちらかというと模索する仲間が逆にボランティアで、ボランティアで来てくれていて、カフェのスタッフを担ってくれているっていうところです。もう全員ボランティアメンバーで、高校生からだいたい20代の社会人メンバーを軸にカフェが巡っているっていうところになります。でもう一つのちょっと特徴として、私たちが循環巡っているのも共感が軸にあるのかなと思っていて、で共感資本社会を掲げている怠けのクラブさんでも多分登壇してたんですが、ユーモさん、地域共感コミュニティ通貨ユーモさんをカフェでも導入させていただいて、かつですね、そのお金って何でしたっけっていうことで、改めて今の、20代のメンバーを中心に勉強会なんかもしながらですね、左に映っているのがユーモの役員さんでもある武井さんを勉強会に招きながら、自分たちでもお金の在り方というか働く在り方みたいなところを勉強しながらやってきているっていうところです。なかなか共感で巡っていくってこともありますし、自分たちがみんな素人でもあるので、本当になかなか儲けることに長けてるわけではないんですけれども、でもなんか徐々にですね、地域のつながりもできてきて、お金が絶えることはなく、なんとか巡ってきているのかなっていうところが今です。で、もう一つの今カフェとですね、ご紹介させていただいたんですが、取り組みとしてはもう一つ、浅草田んぼプロジェクトというのを去年から動き出しております。でこちらも浅草って私も住み始めてからなんですけれども、昔は浅草田んぼとか入谷田んぼっていうことで、地域がもともと食の豊かな場所だったっていうところがあると、本当に地域の方に大家さんから聞いたりしてたんですけれども、自分たちの手でもう一度今の現代版の浅草田んぼっていうのを蘇らせていこうということで、去年からですね、みんなで田植えといってもバケツ稲なんですけれども、バケツ稲で、畑をやっております。でそんな中で先月の末ですね、今年2021年の田植えっていうのも終えたんですけれども、これ一家族の同じ写真なんですが、上が去年の写真で下が今年の写真なんですけど、本当に去年は土を触れるというか汚れることも嫌がってた女の子、怖がってた女の子が今年はもうガシガシと土を混ぜている姿っていうのを見て、なんかそうですね、やっぱりここになんか他人でもあるんですけど、この風景をなんかみんなで見守っていけるコミュニティっていうのは、なんか何かあった時に助け合えるような関係性ができてきているのかなと思っています。これが浅草田んぼっていうのが連動して動いていることで、これカフェの風景なんですけれども、その参加してくれてる女の子たちがなんか七五三の姿を見せに来てカフェに来るとか、あとバレンタインをもらったりとか、あと金井ホテルベーカリーさんを今販売させてもらってるんですけど、そのファンなのって言ってボランティアで一緒に浅草田んぼをやってくれたお母さんがポップを作ってきてくれたりっていうことで、なんていうお客さんというか、お客さんという私たちが目指すところで、お客様は私たちのカフェにはいないということを目指してはいるんですけれども、なんか一緒にコミュニティを作る仲間として活動できてきているのかなというふうに思っています。なのでエシカルなワークが編むコミュニティというテーマをいただいたんですけれども、私たちは都心で物と食で地域がつながっていくっていうのをゆっくりですけれども広がってきたっていうところが今になります。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。903という言葉の由来ということもお話しいただいたと思いますし、本職は行政書士ということで、これもまた全く無関係ではなくてということで、少し後の方でまた働くということや仕事ということとちょっとつなげて対話できればと思います。ありがとうございました。
では続きまして、今度は西の方にぐっとずれて、しかも大都会、東京から超ど田舎、秋葉原という、ど田舎というのは尊敬の念を込めて申し上げているんですけれども、から村上さん、それから野生の宿る酒井さん、お二人から、15分、少し紹介いただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今、超ど田舎の、愛媛県の秋浜町っていうところからお知らせします。僕たちがいる秋浜町っていうのは、本当に海に囲まれていて、で裏がもうすぐ山になっていて、それが石垣の畑なんですけれども、ちょっと画面共有させてもらいますね。はい。その中で、むちゃちゃ園っていう有機農業の生産者団体の組合が40年ぐらい前に立ち上がった組織があるんですけれども、その中で僕は15年前に、彼女は9年前です9年前に移住してきた人間です。で、そういった移住してきた人間が集まって、一緒に農業だったり、地域活動をしているのが店舗印と言います。先ほど重複しますけれども、秋浜町っていうのは人口が約750人の本当にど田舎です。で、このど田舎に今、全員で、9人だけなんですけれども、大体都会、東京であったり、大阪とかそういった首都圏、都市圏から移住者が集まってきています。そしてなんでこんな都会育ちの人たちがこういったど田舎に集まってくるのかっていうと、やっぱり、みんな、はっきりとしてではないですけれども、ぼんやりとですけれども、やっぱり良い暮らしとか良い仕事、すなわち良い生き方っていうのを求めてきてるんだろうなっていうふうに感じています。実際僕なんかもそうですし、彼女なんかもそうだと思います。はい。で、ちなみにその良い仕事って何だろうって言ったら、自分たちがやっていることが、やっぱやってることで自分自身がやっぱ成長していけるっていう実感を持ってるっていうことと、そのやってる仕事が誰かの役に立っていて、誰かに喜ばれて感謝されている仕事、この2つの実感があるっていうのはやっぱり良い仕事なんじゃないのかなというふうに思います。で、実際にやってる仕事って言ったら、有機農業の農産物の生産と、その農産物を作った加工品の製造、それと地元の地域の農家の手伝いというか応援を、3つを主軸とした活動を行っています。有機農業生産で言ったら、やっぱり、合計で20種類ぐらいかな、の生産をしていて、あと、それと同時に、やっぱりまず移住をしてきて、ここにちゃんと定着するために、やっぱり必要なのってやっぱ仕事だと思っていて、その仕事の作りの一環として、やっぱ加工品の製造っていうなんかもしていたり、実際農家の手伝いに行ったり応援に行くっていうのは、正直お金にはそんなになるもんじゃないんですけれども、やっぱりその暮らし、生き方として重要な要素の一つとなっていて、やっぱり続けていきたいなと思っているのが、やっぱ生産者への派遣というか応援ですね。で、この辺を撮影させてもらって、でも実際わざわざこんな田舎まで来て、やらされるような仕事をしてやっていくって言っても、やっぱりちょっとつまらないですし、やっぱりやっていくためには、それぞれがやっぱり主役になって、でも時には脇役に変わる、そういうふうな群像劇みたいな働き方っていうのを目指しています。農業で言えばいろんな品種とか種類ありますんで、それぞれで持ち場とか農場とかを管理運営していく中で、忙しい時は手伝いに行くし、暇ではないですけど、その都度都度その主役が変わりながら1年間を通して、農業というか地域社会の中で、生きていくっていうことをしている仕事をやっています。はい。そうした、あと実際の良い暮らしっていうのはやっぱり、実際先ほどのお話もありましたけれども、やっぱりその共感であったり、本当にその安心感を持てるような人と人とのつながりっていうのは、本当にこの田舎に来てよく感じております。で、むちゃちゃ園自体がそうなんですけれども、やっぱり気持ちよく暮らせる田舎を作りたいっていう思いを持っていて、やっぱり
みんな幸せに生きていきたいなっていうのが、まあ、根底の中で、その仕事であったり、暮らし。じゃあその暮らしって何なんだろうって言ったら、やっぱり人と人とのつながりであったり、文化とか風習とかだと、何年かな、10年ぐらい経ったぐらいに気づき、感じるようになりました。っていうのも、やっぱり正直、その地域の行事って最初起きた時ってすごい面倒くさくて、なんでこんなことやらなきゃいけないんだろうなとか、あんまり合理的じゃないよねとか、そういったことはよくあったんですけれども、やっぱりこれずっと続けていくと、それをすることがある種こう、安心感につながっていったり、この地域というか、この地域の文化、歴史っていうのをやっぱつなげていってるっていうのを実感を得られるようになりました。これはやっぱり続けていくことでやっぱり感じることでもあったんだなっていうふうに思いました。で、重複しますけれども、やっぱりその人と人とのつながり、安心感を持てるような人とのつながりっていう暮らしっていうのを、やっぱり今自分たちが受けているように、これからも時代に次に仲間を作ってやっていきたいなと思っております。はい。で、彼女なんかは特に東京から来て、8年前、9年前に、来たんですけども、実際ここの生活、仕事なんかのことについては具体的にお話ししてもらおうと思います。今もう村上の方から、むちゃちゃ園の活動とか全体的なことは話があったと思うので、ちょっと個人的な話をしてみようかなと思うんですけれども、ここに来るきっかけとなった子、私より下の子たちは結構農業がしたい、田舎暮らしがしたいっていうことで、まずここに来てみたっていう子が多かったんですが、私は実はそんなに深く考えてなくて、ただただふらーっと流れ着いたのが最初のきっかけでした。で、今でもここに住んでる秋浜の人々に、なんでそんな東京からこんな田舎に来たんだと。本当にそれはよく聞かれます。もう毎回、もう飲んだら毎回聞かれるし、いろんな人に聞かれるし、それは受け入れてくれてる、なんで来たんだっていうよりも受け入れてくれてる人だからこその質問だと思うんですけど、なんでここに来たかっていうのは結構説明するのは難しいんですね。感覚的なところもあるし、本当に総合的に複合的に見て、もうここに来ようって思ったので、一言で言うのは難しいんですが、これよく言うんですが、先輩が言ってた言葉で、確かにそれが理由だったかもしれないと思うのが、やりがいがある仕事と魅力ある人々っていうのが大切だって言ってて、その2つが揃ってたのが私にとってはこの場所だったのかなと思ってます。で、やりがいがある仕事っていうのは、今話した通り農業なんですけど、私は農家出身でも親が農家ってわけでもないので、全く農業とは無関係な生活をここに来るまで送ってました。で、食べることは好きなので、食とか農とかに興味はあったけど、農業を自分でしようとは全く思ってなかったんですね。だからやっぱり農業ってこういうもんだって思い描いていた理想像みたいなのがあって、実際ここでやり始めてたら、やっぱり理想と現実はだいぶ違う。思ってたより大変でした。でも、思ってたより同時に楽しかったです。楽しいとか、やりがいがあるというか、想像以上に大変だったけど、思ったより、いい仕事だなと、今は農業っていうことに誇りを持っています。で、やりがいがあると思ってますし、あとはここの秋浜の暮らしですね。魅力ある人々って言いますが、ここで1回、2ヶ月ぐらいですかね、研修してから、日本の他の地域で農業研修とかもしたんですけれども、それぞれすごいいい場所だったんですが、自分にとって一番居心地が良かった場所がここでした。で、愛媛県は東京にいるときは四国なんて来たこともなくて、正直四国の4県がどの配置にあるかっていうのも知らなかったぐらい無縁な場所だったんですけれども、なので大学も東京でしたし、なので友人もいるわけでもなく、家族がいるわけでもなく、本当に知り合いが誰もいない状態で来たんですけど、今は
両親は東京にいるんですが、本当に両親みたいな人たちがいっぱいいるっていう感じです。本当に私の胃袋を満たしてくれたり、心を満たしてくれたり、本当に困ったことがあったら頼れる人っていうのが結構いるので、その人との距離感というか、そういう自分を受け入れてくれてるという安心感みたいなのが結構あるんじゃないかなと。それがゆえに、居心地がいいって感じて仕事ができてるんじゃないかなと思っています。そんな感じでいいでしょうか。はい。ちょっと大丈夫ですか？短かった。はい、全然。 5分ぐらい残しましたけど大丈夫ですね。じゃあ、後でちょっと取っておきますね、5分ぐらい。はいいや、立派に喋れるようになって、本当に無駄ものですね。はい、ありがとうございました。すみません、内輪話で。それではとりあえずの、状況、どんなことやってるかというお話の最後になりますけれども、大都会とど田舎の中間というよりは、度がちょっと外れるぐらいの田舎、でもほとんど変わらないかな。兵庫県の田島豊岡の、上村さんと、竹平さん、お願いします。ちょっと自分のことにも触れてお願いします。はい、失礼します。なんかすごく見られてる感じであれなんですが、これ準備何もなしでっていうふうに言われてきたので、本当に何も準備せずにやってきたっていう、多分他の方の喋ってるのを見たら明らかにうちだけ何の準備もしてきてないなっていうのが分かってしまったんですけど、私たちは、今ホストになられてる、古村さんがおられる、ワーカースコープの、その中で一番大きな説明が入ってない、ワーカースコープの中でも、企業組合労協センター事業団という、団体の中の、一つの、事業所として、田島地域福祉事業所というところで、事業を行っています。田島の地域はですね、主には、田舎のって言おうと思ったら、さらに田舎があったので、どうとも言えないんですけど、本当に田舎ぐらいの、兵庫県の北部の、豊岡市であったりとか、あとは京都府の北部の京丹後市などをエリアに活動しています。最初の分科会の説明の時にもありましたけど、豊岡市はコウノトリの野生復帰で、有名な、この間も、クローズアップ現代で、ジェンダーの、課題のことの取り組みなんかも、結果的にあれですけど、やってるっていうような、そういうちょっとした演劇のことも含めて、いろんな、取り組みをやっているような地域で、私たちも活動をしています。で、本当に何も準備してなかったので昔のものを使わせてもらってるんですけど、私たちの地域では、もともと若者の、働くことへの課題、地域の若者が、働いていないとか、なかなか働ける仕事がないっていうような、そういう課題を、いかにして解決するかっていうことが、豊岡市さんとしても課題として感じていて、そこを一緒に協力して、そこを解決していこうというところからスタートしています。で、最初はですね、なので、若者の就労支援であるとか、あとは生活に困窮された方の相談を受けたりだとか、そうした人たちと一緒にいろんな仕事を通して働くっていうことをやってきています。例えば、畑を一緒にやってみたりとか、山仕事をやってみたりとか、みたいな活動を最初は、しておりました。で、一番最初始めたときはですね、もちろん、地域に仕事を作るっていうことも、主眼に置いてやってたんですけど、同時にそこで、働いていく人たちを、いかに育てるかみたいな視点も結構強かったですが、なかなかやっぱりその地域に多くの仕事があるわけではないっていうことも、やっぱり入っていくと気づいて、そこでどう地域の中にそういった、
なかなか仕事に今つけていない人たちが働けるような仕事を作っていくかっていう視点で、いろんな活動を始めることになりました。で、ですね、どんなことをやってるかって、若者の就労支援としては、若者サポートステーションというのが、厚生労働省の事業なんですけど、若者と一緒に、これまでの経験とかを話しながら、どんな仕事がいいか、これからどうやって生活していくか、生きていくかっていうことを話し合ったりしているようなことをしてます。そこの中では、本当にいろんな人たちに出会うんですけど、なかなかそれまでの仕事でいろんなつまずきがあって、そこから、次の仕事に行くのが不安であったりとか、もともとの措置として、引きこもりであったり、不登校であったり、いじめがあったりというようなことであったり、発達障害であったり、精神障害っていうことへの、周囲の理解がなかなかなかったりっていうこととか、ただやっぱり一番大きいのは、いわゆる働く環境として、そういった、いろんな、生きづらさであったりとか、っていうものを抱えている人たちへの理解がなかなか進んでいないっていうような、企業も、多い中での社会環境ってこともあって、そういった人たちが一度働くことから、働く中でつまずいた中で、次のもう一度そこの働く場に戻ろうというときに、そういう、また改めてそういった社会に出ていくのかっていう、やっぱり不安っていうのがすごく大きいなっていうのを、関わる中で感じてきました。で、そういうこともあってですね、そこの中で、働く場を作りたいっていうことと、あとは支援をする中で、社会的に孤立を抱えた人たちというのは、いわゆる一旦仕事についても、なかなか例えば、普段の生活の中で誰かに相談したりとか、誰かに関わって、いわゆる仕事の疲れとかを、シェアしたりとか、みんなで楽しんだりみたいな時間っていうのがなかなか作れないので、そうなると実際働き始めても、その後の安定、気持ちの安定とか、いうことがなかなかうまくいかなくて、結局、またもう一度仕事を辞めてしまうとか、っていうこともあって、やっぱり仲間づくりとか、居場所を作るっていうことがすごく重要になるなっていうことを感じてました。ということもあって、いろんな活動をしている中でそういうことを一緒にやっていくとしたらどういうことがいいんだろうかっていうようなことを、思って、一つは、先ほどの話でも出ましたけど、いわゆる地域にとって、それがいかにその働くことがどう役に立っているか、そういうことを大事にした働き方っていうのが、必要なのかなというふうに感じて、で、いわゆるそういう人たちが、もちろん支援をされているという形にはなるんですけど、彼らがやってくれていることによって、その地域が、何らかの恩恵を受けるというか、お互いに支え合っている。彼らが頑張ってくれているおかげで、地域の課題が解決できる。そんな働き方を一緒にやるっていうのが大事なんじゃないかということを、考えて、いろんな活動をしてきました。ということで、ちょっとこの辺飛ばしますけど、私たちの地域でどんな仕事をしたらいいかっていうことで一つやったのが、山の仕事であるとか、あとは、いろんな、小水力発電とか、バイオディーゼル燃料とか、いろんな環境を一つのテーマとして、いろんなことを学んで、そこの中から新しい地域の、仕事というのを作ったらどうだろうかということを考えて、事業をやってくる中で、一緒に訓練生たちと学んでいく中で、山を使って仕事をしたいという話になりました。でそれで、こういうスローガンで、今からもう本当に6、7年前ぐらいですかね、ネクストグリーンという、山の整備をするような、グループを作りました。次の世代に今ある山というのを、残していく、より良い山を地域に残していくということをやろうということで、この、一番最初の立ち上げの時にこういうプレゼン用の資料とかみんなで作ったりして、
一緒に地域を回ったりして説明したりして活動してました。まあ、実際どんな感じのことやってますかね、今。いきなり振るんだ。ネクストグリーン田島の竹平と申します。よろしくお願いします。まあ、先ほどのスローガンにもあったみたいに、一応次世代に残す、山づくりっていうのを目指してやってるんですけども、まあ、具体的に言うというか、まあ、あんまり、間伐ってまあ、密集した、林をまあ、間引いていって、まんべんなく日が当たるように森を作って、他残した木の成長を促すっていうような作業なんですけれども、まあ、まあ、全部切っちゃったりとかっていう仕事の仕方も、ある中で、僕たちはあえて悪い木だけを切って、あまり切りすぎないように、まあ、森を作って、で、まあ、質のいい木を残して、それをどんどん、成長させるような形にして、で、次の世代に、より良い木を残して、それを財産になればっていうような考え方で、作業をしております。はい。で、まあ、あとは、まあ、竹林整備とか、まあ、結構、山の方に目を向けてもらうと、すごい放置された竹林ですね。もともと人が農業資材とかで使ってて、で、植えたものだったものがですね、農資材として使われなくなったがゆえに、すごい、竹林がもう広がってしまいまして、手がつけられないような状態になっているところも結構あります。で、そういうところを、少しでも、きれいにしませんかっていうので、地域の人とに話して、で、まあちょっと任せてもらって、まあ自分たちのできる範囲ですけれども、なるべくきれいに竹林をしていこうっていうのは、ずっと、やってます。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。みたいなこととか、みたいなことだったり、あとは、地域の中でも、まあ、いわゆる、庭に生えているような危険物とかも、まあ、できる範囲のことはやらせてもらって、伐採させてもらったりとか、あとは、まあ、なかなか木を切るだけではもちろん、お金、まあ、先ほども言いましたけど、悪い木を切っているので、売れるようなものはなかなかなかったりするので、まあ、いろんな加工をして、販売したりとか、まあ、地元のホテルさんとかに置かせていただいたりとかして、クラフト体験のコーナーを作ったりとか、みたいな活動もしています。で、その中で、まあ、私たちは、次の世代に残すっていうことを考えているので、まあ、その子供たち、特に子供たちに、山への理解、なぜ山が必要なのかっていうことを一緒に考えるような機会を作ってきました。で、まあ、そういう中で、本当に私たちしかできないことって何だろうかっていうことで、人と森をつなげるような活動ができないだろうかということを考えて、ちょっと自分の説明を後で飛ばしますけど、今回ちょっと参加が難しかったんですけど、4児の母が、ネクストグリーンには一緒に活動している、人がいて、で、まあ、その人が、まあ、ずっと森の幼稚園というものをやりたい。まあ、山を活用して、森を活用して、そこで、子供を育てる、子供が成長するような、まあ、そんな場所を作りたいというような、ことを、ずっと、まあ、思っていたんですけど、まあ、なかなかそれも、時間がかかりながら、でもそこでいろんな人とつながって、そんなことがやりたいんだっていうことを話す中で、いろんな方が協力してくださってですね、まあ、いろんな、地元の市役所の方もそうですし、森の幼稚園がやりたいって、一緒に思ってくれるような、保育士さんとか、地域おこし協力隊の人とか、いろんな人が協力してくれて、森の幼稚園に向けて、活動していこうというふうに考えています。ちょっとこのあたりがごめんなさい。昔の資料なのでちょっと薄いんですが、今は、ちょっと、まずは親子クラスということで、親子で一緒に参加をしてもらって活動するような、取り組みをやっております。はい。このあたりは、古村さんが補足してくださると思います。で、自分のところに触れてっていうのが、ごめんなさい。もう、割とできないんですが、
私はですね、もともとは先ほど最初に言いましたけど、若者サポートステーションというところに、やってきた人間でして、もともとは、なので、どちらかというと環境に馴染めず引きこもっていた側の人間でした。ということで、まあ、大学も通わなくなってですね、さあこれからどうやって生きていこうかみたいなことをちょっと思ったりして、いる中で、まあ、このサポートステーションに出会って、まあ、そこのサポートステーションを私たち、この労協センター事業団の方が運営していて、でまあ、そこで、まあ、相談を受けながら、まあ、一番良かったなと思ったのは、勉強の日という名の、まあ、本当にただ単に勉強する道具を持ってきてみんなで集まって勉強するだけの場所だったんですけど、まあ、そこで先生役なんかも頼まれたりして、なんかいろんなこう役割みたいなのを持てて、すごくなんか自分でもできることあるなみたいなことをちょっと思ったのを覚えてます。まあ、そんなことで、最初は本当に電話が全然出れなくてですね、こんな状態で一緒に働いて大丈夫なのかなとか思ったんですけど、まあ、そんな状態の自分でも受け入れてくれる職場の人がいて、まあ、一緒に練習して電話に出れるようになってみたいなことをまあやっている。まあ、そんな働く場のまあ、人たちのこうなんというか受け入れとか、まあ、つながりとかみたいなものが、今こうして働けるようになっているものなんだろうなと思っていて、まあ、本当にみんなでやりたいっていうことができるような事業所にしていきたいなというふうに今思っています。でも彼も移住してきているので、まあ、ちょっと少しそのあたりに触れても。そうですね。僕はもともとそのネクストグリーンの立ち上げのメンバーではなくて、3年ほど前に、ネクストグリーンに入った人間なんですけども、まあ、僕も、まあ、同じ兵庫県内なんですけども、違うところから、東洋会の方に移住してきて、で、もともと、全然違うところで林業をしばらくやってたんですけども、で、そうですね、林業を続けたいという気持ちもありまして、で、まあ、ハローワークとかで調べてたら、まあ、ネクストグリーンという団体が豊岡にあって、で、なんか他の林業の会社とは違う、ちょっと面白いことをやってるなっていうのを知ってですね、で、まあ、ちょっとやってみるかっていうので、まあ、ふらっと来た感じなんですけども、で、気がついたら、あれはあれよと、なんか、ネクストグリーンのまとめ役みたいな形になってしまったんですけども、まあ、なんとか日々頑張ってやってるんですけども、なかなかやっぱりこう、みんな、デコボコしてるんで、まとめるのもちょっと大変なんですけども、今、いろいろ、あれやこれや試行錯誤しながら、どうやったら、仕事がうまく回るんだろうなんていうのを日々悩みながら、頑張っているところです。はい、そんな感じです。全くテーマとしてない。ありがとうございました。革新点はちゃんと残していただいてありがとうございました。一通り出していただきました。まずはこの分科会のテーマよりは少し距離があると思いますけれども、どんなことをやっているかということでお話をいただきましたので、参加されているメンバーの中で質問とかがあったら、マイクをオンにして喋ってもらってもいいですけども、どなたかありますかね。あるいはこの辺もうちょっと聞きたいっていうのがあったら、出していただいて構いませんけれども、大丈夫ですかね。大丈夫ですか。いいですかね。じゃあ、逆に今日3箇所から報告してもらいましたが、3箇所とも初顔合わせかなですね。ですよね。何か他のところの、お話聞いて質問とかありますか？絶対言わない気がするんですけど、あえて言うと八百板さんぐらいしか言わないと思うんですけど、どなたかありますか？大丈夫ですか？じゃあちょっと
じゃあ一応概要こういうことということで、分科会のテーマに少し近づいていきたいと思いますけれども、やられている仕事、特に地域ということとの関係で、あるいは地域資源ということを大切にしようというようなコンセプトは、ほぼ共通してたというふうに思いますけれども、移住者もおり、あるいは地元で生まれ育ってっていう人もいるわけですけれども、それぞれ、いろんな目的を持って働いていると思いますけれども、改めて今、その地域で、あるいはその仕事で働いていく中で、働くってこういうことなんじゃないかなということで、少し感じていることを、話していただければと思います。当然、私と仕事の関係、私と地域の関係というのもあると思いますし、一緒に働いている仲間同士の関係というのも含めてで構いませんので、しかも必ずしもいいことだらけじゃなくて、さっきネクストグリーンちょっと言ってましたけど、難しいこととか、煩わしいとか、大変だとか、ちょっとそのあたりも含めて出していただければと思いますので、じゃあまず酒井さんからお願いできますか。はい、酒井です。働くということを、自分にとって働くっていうことは、ここに暮らしてる間は働くイコール暮らすことかなと思います。千葉で、大学卒業してから仕事してたんですけども、その時は働くことと私生活っていうのがなんとなく分かれていて、仕事は仕事、プライベートはプライベートっていう感覚で過ごしてる部分があったんですけど、今、仕事をしている場所が暮らしている場所っていうこともあって、働くことと、暮らすことっていうのが良くも悪くもあんまり境目がないかなと思います。一緒に仕事をするメンバーが一緒に暮らすメンバーっていうのもあるので、そこに境がないっていうのはあるかなと思います。働くこと、暮らすことになるんですけど、どう進めていったんですかね、これは。なんだろうな。今の話は、ということは、それがある意味、いい意味でも悪い意味でもっとさっき言ってましたけど、悪い意味っていうのは、つまりプライベートがあまりないという感じになりがちで、そこはちょっと苦しいなという感じはある。そうですね、やっぱりなんですかね、仕事終わりっていう感覚はあんまりないですね。今日は仕事終わりとか、今日は休日っていうのはやっぱあんまりなくて、目の前に自分たちが仕事してる山があるからこそっていうのもあるんですけど、やっぱちょっと気になってしまったり、すぐ近くに職場があるんで、ちょっと相談したいことがあるって言えば行くし、みたいな感じで。なんかメリハリがつきにくいみたいな。そうですね、メリハリがつきにくいかもしれないですね。あれですよね、個人で農業をやってればかなり近い感覚だと思うけども、一応店舗印という、会社というか組織になっていて、組織だって働いてはいるんだけども、やっぱり仕事の性格柄、あるいは地域的にも働くことと暮らすことというのがかなり強くつながって日々が動いているということですよね。もうちょっと都会の豊岡はどうですか？もうちょっと都会のですね。もうちょっと都会の、はい、豊岡で言うと、そうですね。働くこと、働くことは暮らすことっていうのは、なんとなく、もうちょっと都会でもわかる気はするなと思って聞いていたんですけど、私個人のあれで言うと、なんていうか、働くところっていうのが学ぶところでもあったし、成長できる場所でもあったし、いろんな気づきが得られるところというか、働く環境の中でやっぱり出会う人っていう人たちと一緒に何かやっていくっていうのが働くことなので、そこで随分いろんなことを教わったなというのが正直な感想です。竹良君はどうですか？僕はですね、
まあ、結構ネクストグリーンのメンバーで言うと、まあ僕も含めてですけども、仕事とプライベートと結構みんなパキッと分かれてるタイプの人間がほとんどで、僕個人としては、なんていうんですかね、もうちょっと、こう、まあメリハリつけすぎないぐらいの方がいいような気もちょっとしつつですね。ただ、まあ、どういうことメどうリハリをいうことですかね。だから先ほどなんていうんですか、仕事とプライベートが分かれすぎずに、ちょっと、まあ、なんていうんですかね、5時になって帰るみたいな感じではなくて、なんか、ちょっと、まあ、ちょっと今日はみんなでご飯食べに行こうやみたいなとか、あってもいいのかなとは思いつつ、僕もそれ好きかって言われたらそんなでもないし、みたいなとこもありですね。で、なかなかうまいこと、その辺は、まあ思うようには、まあパキッとしてるのはいいんだとは思うんですけども、もうちょっと案外、こう、個々のメンバーとの関わりっていうのもそんなに深いのかって言われると、まあ結構ドライな雰囲気もありつつですね。ちょっと話がそれていってるような気がしますけども、はい。それで、まあ、なんとなく分かりましたけど、多分まあ、ちょっと変な言い方すると、農業と林業のフィールドの違いみたいなのは確かにあるような気がするんですよね。農業は割と、雨が降ったらと思ったらパッと行けるような場所だけど、まあ、林業の施業してる山にふらふらと行くっていうのはあんまりないので、気合い入れてまず行こうっていう感じも当然あると思うんですけど、ただ一方で、林業の場合は、その山を持ってる、所有してる人がいて、その人たちがもう山に入らなくなって、そういう山をまあ施業で入ってると思うんですよね。で、その山主さんとかその山がある地域の人たちとの関係の中で働くってどんなふうに感じてるかっていうのはどういう感じですか？これもまたドライですか？そうですね、ドライというか、結構山主さんとの関わりになってくると、まあ、基本的に事務所の近くの山を預かって施業してるんですけども、まあ、いいよいいよ、どんどん使ってよって言ってくれる山主の方と、お願い行っても、いやいや、うちの山には触ってくれるなって言われちゃったりとか、結構、山主の個人個人によってやっぱだいぶその山に対する意識というか、もうかなり大きな差があって、やっぱり、よく僕らのやりたいこういう作業をやりますっていうのに賛同してくれる方も、確かに多いは多いんですけども、やっぱり、なんていうんですかね。で、今、こう話に行って、なんですかね、実際山預からしてくださいっていう山主の方って、まあ、割と年も行ってまして、で、自分が子供の頃にあそこに木を植えたとかっていう方が結構いらっしゃって、で、その木がやっぱどんどん大きくなって、で、なんていうかね、その木が大事っていう意識は非常に強いんですけども、やっぱ間伐で間引きをしてあげて、木を育てていかないと山って結構どんどんダメになっていっちゃうんで、その辺のこともまあ説明はさせてもらうんですけども、結構納得いただけないことも多々ありまして、でまあ一応事務所が預かってる山の地域にあるんで、まあ、何度か足を運んで考えが変わって、でネクストグリーンに山預けますって言ってくださった方も実際にいらっしゃるんで、その辺はやっぱりまあ何回も顔を合わせて、話していくのが大事かなっていうのと、あとは、今預かってる山できちっとした仕事をしていかないと、そういう信頼はもらえないのかなっていうのは感じております。多分山っていうもの自体はね、一度作ったら何十年とかけて
育っていくとか、何百年かけるっていうものなので、工業製品みたいになんか失敗したから、じゃあ次をとかっていうわけにはいかないっていうこともやっぱりあるので、やっぱり本当に信頼した人に任せたいっていう、そういう思いもあるのかなと思います。なるほど。そういう意味では簡単にすぐに信頼関係が生まれるわけではないので、こうやってることを見せつつ、伝えつつ、語り合いつつ、徐々にどこで一致していくかというのは、やっぱりそんな簡単にはいかないんだよっていうことですよね。多分こうやった方が儲かりますみたいなことで、スピードを上げていくっていう手法はあることはあると思うんですけど、多分そういうことはやってないと思うし、人柄的にそういうのは全く難しいし、無理そうなので、地道にやるっていう話ですよね。ちょっとどっちかというと、一次産業的なことをベースにした地域で、働くっていうことをどんなふうに捉えたり感じたりしてるか、必ずしもいいことだらけじゃなくて、逆に煩わしかったり難しいということも当然含まれていたと思うんですが、一方で、大都会の中の、下町、浅草なので、ちょっとまた雰囲気違うと思いますし、もともと栃木だということなので、八百板さん、その働くということを、行政書士という立場も交えてもらって構いませんので、少しお話しいただけますか。そうですね。今、皆さんの話からもやっぱり暮らしと働くっていうところ、私、ワーカーズの皆さんと本当にこの半年ぐらいかなり毎週のようにお会いさせてもらってたので、かなりそこから幸せな働き方っていうのがあるんじゃないかなっていうのはすごく実感としてあるんですね。で、私の中で実は働くって言葉すごく嫌いだったんですよ、7年ぐらい前まで。で、行政書士として独立するタイミングだったんですけど、で、903を立ち上げたタイミングなんですけど、働くって言葉が嫌いで、ちょうどライフスタイルとかっていう言葉が結構出回ってて、で、私も20代だったので、その時ライフスタイルを作っていくみたいなことを言ってたんですけど、その時は多分、働くっていうことが暮らしとか生き方っていうところと重ねられてなかったなっていうところがすごくあって、で、一方で今働き方がやっぱりこの1年コロナっていうことで変わってきているなっていうのは、もしかしたら東京ならではで制限しなきゃいけない部分があるのかなと思ってるんですけれども、なんかその中で、先ほどもスピーディーにとか合理性を持って働くっていうことは、やっぱりもう限界があるんじゃないかなと。自分たち自身で何を意味を見出して、何が例えば今日のテーマも結構親善美という話が出てましたけど、どんなことが自分たちにとって心地よいのかっていうところで動いていく部分なのかなと思っていて、結構今畑にボランティアに来てくれてる男の子がいるんですけど、2年目、社会人2年目で、去年新卒で就職して、会社に入りましたという中で、完全に今オンラインで、だからこそつながれてますけど、やっぱりオンラインでしか職場の人とか関係性が作れないというか、場がないという中で、やっぱり本来であれば皆さんのそれぞれの職場が、一人の中にも多様性があって、その一人の多様性、凸凹のところをお互いに同じ職場っていうフィールドで受け入れたりとか、いいところだけじゃないと思うんですね、本来。でも、この画面上のこの一面しか見れないところで、やっぱり生きづらさというか、働きづらさっていうのを、一つの会社の中ではやっぱり消化しきれてないっていうところがあって、今日もカフェに来てくれてるスタッフで今動いてるんですけれども、そういう中で自分自身の多様性を表現していく場としても、やっぱり職場とか働き方っていうのがすごい重要かなっていうので、結構この1年すごく私自身は感じている部分で、今地域のフィールドに目を向けた時に、実は私自身つながりを作っていくぞみたいな風に6、7年前は思ってたんですけれど、実際浅草も下町ですし、どっちかというと地域のつながりが強くて、新参者が何をっていう部分もあって、結構マルシェをやるにも断られたりとかもちろんあったんですけど、なんかその中でもちょっと2年ぐらい前に無人販売をさせてもらってやってきた時に、自然と店番やるよみたいなおじちゃんが現れたりとか、あと、お釣りも出せない仕組みなので、なんかお心づけで入ってたりとかっていうところも見ると、実は浅草、東京でも、六本木とか渋谷だったらちょっと難しいと思うんですけど、浅草っていう場所でやらせてもらえるっていうところが、
なんていうんですかね、こう地域のつながりがあるのをこう大事にしながらやっていくっていうのがちょっと私たちが求められているこう働き方なのかなと思っていて、今そんなところをちょっと仲間とですね、試行錯誤しながら働くっていうところを、まあ、自分たちに問うてるっていうところが、私自身も働くってことばっかりだったぐらいなので、そこをずっと問い直しながら歩み進めてるっていうところがあるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとやや哲学的な質問だったので、まあ、答えもなかなか抽象的にならざるを得ない面もあると思うんですけど、ちょっと頑張って今回横文字のエシカルなワークなんていう言い方をしたもんだから余計ややこしいんですけれども、こうやってる仕事とか自分の働きっていうのはどういう誇りとか価値があるかっていう、ことだと思うんですね。自分にとっての誇りや価値っていうだけじゃなくて、世の中にとっての、価値みたいなこととして見たときにどうなんだろうかっていうあたりのところをちょっと、語ってほしいんですけど、それを考えるにあたって、なんていうかな、自分が働いて、仕事をするということで、こう人と人のつながりとか、人と自然のつながりとか、そういうつながるっていうことをこう想像していくというか、そこに大きな意味を置いてやるというようなことが、なんとなくあるなという気はするんですけども、ネクストグリーンのお二人、どうですかね。なかなかね、一筋縄で山主さんとの関係もできないし、一足飛びにはいかないんだけども、でも、山主さんと関係作らなければ施業はできないというのは現実ですよね。そういう意味で言うと、つながらないと仕事はできないという意味で、やむを得ずやるっていうこともあると思うんだけど、理解してくれていなかった山主さんがこう何度も何度も話し合ったり、こうやってるやった後の仕事を見てもらったりということで変化を起こしていくとかね、関係が狭まっていくとか、そんな経験ってどうですか？特に竹平君。そうですね。なんですかね。一つあったのは、以前から山を預けてもらってた、山主さんが、その他の人をこう、説得してくれてじゃないですけど、あそこやったらちゃんと仕事してくれるよっていうのを、また別の山主さんの方に、つないでもらって、で、その人が、じゃあ、ネクストグリーンに山預けるわっていうことを言ってくださったっていうことがありまして、で、なんか、そういうので、こう自分たちの仕事が、こう、ちょっと地域に認められたかなっていうのは、はい、思って、で、実際、山の作業っていうのが、こういう、その、次世代に残す山づくりっていう目標でやってますけども、正解なのかどうなのかっていうのが、やっぱり自分の代では、なんていうんですかね、はっきりわからないっていう事実もあって、ただ、それを正解だというふうに信じてやってるんですけども、やっぱりでもそういう山づくりに対しての思いっていうか、理解してくれる人をこう作っていくためには、やっぱり仕事のやり方っていうか、なんていうんですかね、ちゃんと自分たちの目標に根ざした仕事の仕方っていうのと、やっぱり、山に入っちゃうともう全然人に合わないんですよね。もう現場に入ると、3人で行っても結構3人バラバラっていうこともありますし、で、人に合わなくて、で、なんですけども、やっぱり、山主さんの関係とかっていうのを思うと、やっぱり人と会って話してっていうのは非常に大事だなっていうのは、感じております。ちょっと助け舟を出しますけども、そういうこう山に入って、当然人との関係を日常感じることはないんだけれども、だけど山の大切さをもう一回みんなに理解してほしいとか考え直してほしいっていうことがあって、何年かかけて
豊岡市さんの子どもの野生復帰の事業だとか、子どもの体験の自主的な活動みたいなことをやり続けてきていると思うんですよね。で、森の幼稚園、一応来年4月開園目標で、動き始めたわけですよね。で、ちょっと画面共有しましたけど、つい先日ですね、土曜日に、親子クラスっていうのをやって、10家族の予定のところ、18家族が、参加予定、2組ほど当日ダメだったの、16、家族ですか、結構な数の子たちが、来たということで、これ、様子をちょっと、これね、この子何歳ですかね、0、1歳ぐらいですかね、の子から、これ、ほとんどハイキングっぽい話だし、歌歌っちゃったりしてますし、こういう感じですよね。これまだ単発イベントなので、とても森の幼稚園というレベルまではいかないんだけれども、そこに向かっていく、最初の第一歩ということで、今回に限らず、もう5年も6年もやってるんですよね、これね、こういうようなこと。で、こういうことをやって、当然、市内の、こんなにこれはいい写真だなと思うんですけど、でこういうことをやりながら、徐々に森というところにつながる人々を、単に林業という商売の分野だけじゃなくて、子どもたちが育つとか学ぶとか、つむぐりという名前の保育園にしようって話らしいんですけど、子どもたちの体験とか、そういう活動をやってみて、山主さんとの関係、あるいは親との関係というのは、どんな手応えですか？ちょっと簡単にお願いします。そうですね。山主さんになると、そんなことやんのみたいな感じの反応はやっぱ最初あるんですけども、やって、で、実際にどんなんやってんのかってやっぱ見に来てくれたりもして、で、行さん人集まったなとか、いっぱい人集まったなみたいな、で、頑張ってるなっていう感じで山主さんの方には結構、好感触じゃないですけど、なかなかちょっと徐々に認められつつあるのかなっていうのは感じてます。で、そうですね、親御さんとかとの関係でいうと、やっぱり後で森の幼稚園のこのイベントをやった後に、アンケートとかももらったら、もし、開園したら入園させたいですなんていう話もちらほら出たりして、で、結構今回のこのイベントなんかは、もともと、告知がほぼない中で、なんていうんですか、口づてで結構広がって、十何組もの親子が集まってくれたんですけれども、なんていうか、で、そんな感じで集まったんで、もっともっと可能性がどんどん広がるんじゃないかなっていうふうな、感触を持って、これからちょっと頑張っていこうかなと、考えているところでございます。上村君、ちょっと一言だけ、この取り組みで、なんていうかな、一番大切にしてるっていうか、つまり子どもたちが自然に触れる、森林の中に入る。で、こういうのが大事なんだっていうことを、保護者や山主さんに伝えるときに、一番ここが一番大切だと思ってるっていうのは、どんな感じなんですかね。難しいですね。じゃあちょっとじゃあ難しければちょっと考えておいてください。後でもう一回聞きます。じゃあちょっと今、つながりという、仕事と働くということから、つながりを考えてみましょうということで、今聞いてるんですけど、八百板さん、この辺はかなりもう強烈な問題意識があると思うので、実際にどんなつながりが生まれたり、あるいは今の話も子どもっていう話だったので、さっきの紹介も子どもっていうのがつながってたり、職っていうことなんですけど、その仕事や働くっていうことで人と人がつながるという、このあたりの実感と、今後、こういうことがどういう価値を持っていくだろうかっていう、そんなところを少し話してもらえますか。はい、ありがとうございます。今日に際してで、好きな一枚、写真をちょっと1枚共有させてもらいたいんですけれども。
こちらのちょっと子どもたちが駆け巡ってる写真なんですけど、で、後ろにちょっとボランティアメンバーが走ってるんですが、なんか、これ、先月かの貢献なんですけど、稲をみんなで植えて、で、そうですね、水をあげるっていうところで、これもみんなこう兄弟でもなく初めましての子どもたちが駆け巡っていて、で、それをこう見守る、ちょっと、まあ本当に他人ですよね。初めてこの子たちを見たボランティアメンバーがいてっていうところの絵なんですけど、なんかここが一つこう働くっていう、まあ、つながりの中で働くっていうところですごく原点にあるのかなと思っていて、誰もこう指示をしなくて、誰も指示せず自分たちでこう仕事を見つけたりとか、なんて言うんだろうな、やっぱりこう場が、そういうこう場があるから、コミュニティがあるからいい仕事っていうのが生まれてくるのかなというふうにはすごく実感しているところで、で、やはりなんていうんですかね、こう、まあ、同じ稲を育てるっていうところが子どもにとっても大人にとっても一つのこう目標ではあるんですけど、じゃあいい仕事を生み出すっていうところを考えたときに、やっぱりその、なんていうんですね、個性というか自然と自分の役割が、まあ、降りてくるっていうものかなとはすごく感じているので、いかにそういうこう場を作っていけるのかっていうのはすごくまあ、対話の中ですとか、すごくこう皆さんもすごく重要視されている対話の文化ってあると思うんですけれども、なんかそういうところで感じる部分ですね。で、私たち本当にこう皆さんも多分プロでこうその畑を農園をやっていて林業をやっていてっていうわけではないと思うんです。一番最初は違ったと思うんですけど、やっぱりプロがいない中で自分たちでこう仕事を作り出していくっていうところがあると思うんですけど、なんかどうしてもこう今高校生からだいたい20代のメンバーがいて、で自分らしく働きたい、自分らしく表現の場として、カフェに来る、畑に来るっていうところがあるんですけど、なんかいざ何かこう意思決定をする時になると、八百板さんが決めてくれるんでしょとか、店長が決めるんでしょみたいな、ちょっとこうトップに委ねてしまう部分っていうのがあって、いやいや本来みんなで作っていくんじゃないのって、私自身何もこう権力もないし、みんなで決めていく場だよね、私一人じゃ何もできないよっていうところの、なんていうんですかね、やっぱりそういうところがどうしても今のこう教育というか、もうそもそもそういうふうになってきてしまってるんだなっていうのは、まあ、私自身もそうなんですけどね、それは感じているので、やっぱりそういう場を、まあ、小さくとも対話の場、小さな決め事とかでもいいと思うんですけど、本当にこうそういうところを増やしていって、なんか、さっきのこう子どもたちが自然と駆け巡っていて、大人たちはこう土に触れたいけど、子どもたちにその経験を残してあげたいって言って、まあ、一つのこうコミュニティができていくような場っていうのを、まあ、大事にこう、まあ、日常の中で毎日やっていくのは難しいかもしれないんですけど、それがこうなんかこれから求められているところなのかなと思っていて、私自身はこう普段企業さん、中小企業さんがと一緒にこう場を作るっていうことが多いんですけれども、企業側としてもどうやってこうコミュニティに根を下ろしていくというか、社員を下ろしていったらいいのか、社会性を身につけていってもらったらいいのかっていうところ、どうしても悩むところでもあるので、なんかそういうところをお互いにですね、対話の中で見つけて仕事を生み出していけるといいのかなというのは普段から感じている部分です。はい、ありがとうございます。今の話、多分ネクストグリーンのこう親子の人に関わってもらって生まれてるのは、多分こう、まあ、感想を書いてもらうのも含めて、つまり対話の場面が開かれているということによる手応えだと思うんですよね。そう考えると、山主さんとネクストグリーンの間で、こうその山の仕事をめぐっての対話の場っていうのは、まあ、頻繁にはできないにしても、時々やっぱりやることで、個別の、なんて言いますかね、通りすがりの会話じゃなくて、少しまとまりを持った対話みたいなことから変化を起こしていくってことも可能性として、今示していただいたような話かなと思いますし、さっきの写真、あれですよね、子供にとってみると、働いてるのか遊んでるのか分かんないっていう写真ですよね。そうですね。でもよく働いてますよね。そうですよね。
それがだからなんか働くことと暮らすことの境界線が曖昧だっていうのとかなり似た感覚で、遊ぶのと働くのは子どもにとってはかなり境界線がはっきりしているわけじゃなくて、混然一体としていて、これもまたあなたが先を走りなさい、私が後ろ行きますみたいな指示命令で多分子どもたちやっていないと思うので、こういう働き方はなぜ大人になるとできないのかっていう、ここのあたりが、検討すべき課題なんじゃないかなと思いますけど、ちょっとムチャチャイのお二人、ちょっと暇そうになってきたので、ここまでのところ、特につながりということでいうと、かなり地域との関係も濃厚だと思いますけれども、店舗印自身は、ほぼ移住者でしたっけ？ 100% 移住者でしたっけ？その辺も含めて、ちょっと仕事とつながり、仕事の中のつながりってあたりのところ、残り13分ぐらいなので、3分、4、5分でちょっとそれぞれお願いできますか。つながりというテーマ。はい、さっき話もあったんですけど、やっぱつながりというか、やっぱり昔、若い時から創業者であったり、代表の方から、やっぱり世のため、人のため、地域のために何ができるかとか、そういうのをよく言われてて、そういうの全然よく最初は分からなかったんですけれども、だんだんなんていうか、時間が伴うようになってきたのは、やっぱりさっき八百板さんの話でもありましたけれども、役割っていうのはやっぱ与えられるっていうことが、やっぱり自分がそこにいるっていう、承認というか、承認欲求というか、もちろんその仕事自体がやっぱり自分が楽しくて、やりがいも必要なんですけれども、それだけではなくて、やっぱり自分がその役割を果たすことで、誰かが笑顔になったり、みんなが喜んでもらったり、やっぱそういうことがやっぱり生きていく中で、重要になってくるのかなっていうのは、そうですね、分かるようになったというか、なんとなく昔から言われてたことがようやく分かるようになってきたっていうのは、やっぱりそういうことなのかなっていうのは、今の話を聞いて、感じたり思ったりしましたね。で本当に、八百さんの話であった通りなんですけども、やっぱり挙動労働とか、やっぱり働かされてだったり、ラインの流れてくる作業をしていくんじゃなくて、自分で考えて、自分で主体となって仕事をするっていうのは、やっぱ思いっきり強力な意志というか思いが必要で、その思いや意志っていうのをやっぱ持続させていくっていうのは、これ結構難しいなというか、本当に難しいなというか、それもうどっちかというともう決めてほしいなっていう声、決めてもらった方が楽なんでしょうけど、これをね、どういうふうに徹底していく、徹底という言い方もおかしいですけど、共感してもらえるようにするかっていうのは、やっぱり今の課題にはなってきてるかなっていうふうには思いますよね。それは地域の中でもやっぱり自然とあることなのかなっていうのは思います。ですね。はい。酒井さんは。自分の仕事っていうか、店舗印の目的というか目指すところ自体が仲間づくりっていうか、仲間作ってこうやっていうところがあるんで、その人との関わりとか、農業やってるんで、自然との関わりはもちろんなんですけど、その人との関わりっていうのを大切に しなきゃいけないよっていうのを最初は言われてたんですが、最初はそういうことはよく分からず、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだろうというか、私は一人で結構突っ走っていってしまうタイプなので、なんでみんなやってくれないのって結構思ってたんですけど、いろいろ落ち着いて客観的に見れるようになってるかわかんないですが、なりつつあると、やっぱ自分がやりたいことをやるには、やっぱ人が必要だな、仲間が必要だなっていうのを結構やっぱ最近感じるようになりました。で、それも自分と同じように仕事してほしいって最初の頃は思ってたんですけど、それもやっぱ違うなって思い始めて、人はいろんな強みっていうのがあるわけで、私は最近村上さんによく言われるのは、お前の強みはエネルギーだってことで、私はエネルギーを持って突き進むのが割と得意なんですけどやっぱ体力がすごい重いし、もう本当に真面目にすごいコツコツと仕事をする子が得意なことも
得意な子もいるし、もう本当に人とコミュニケーション取るのが得意な子もいるしっていうことで、いろんな人が今本当にいろんな人が集まって、それまとめるっていうのは難しいんですけど、いろんな人が集まったからこそできてることもあるんじゃないかなっていうのを今、いろいろコミュニケーション取るようになって思ってます。はい、ありがとうございました。あとで8分ぐらいになりましたけども、ちょっとなかなか見つめきれない面もあるんですが、参加されている方々の中から、ここまでのところで、感想でも構いませんし、もうちょっと聞きたいということがあったら出していただければと思いますけど、いかがでしょうか。どなたかありますかね。よろしいですか。内はい、藤と申します。内藤さんですか。はい、内藤です。よろしくお願いします。興味深いお話ありがとうございました。この移住というのがとてもすごいことだなと思うんですけど、移住をされて実際に家族を持って老後まで暮らして、でそのためには仕事を生み続けなければいけないとか、ある意味どこかでちゃんと働けなくなったら福祉的なところはどうなるんだというそういうところまで考えていくとすごくハードルがさらに上がってしまうと思うんですが、そういったところについてどのように今時点でお考えなのか教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとまとめて答えてもらおうと思うので、その他何か質問あるいは感想ありますでしょうか。大丈夫ですかね。感想を聞きたいところですけども、時間もあれなので、じゃあ、今の質問、移住というのは、今この瞬間の心地よさだけじゃなくて、長い人生という点で考えれば考えるほどハードルということだったと思うので、答えがはっきりしている酒井さんから答えていただきましょうか。はっきりしているかどうか知りませんけど。答えははっきりはしてないんですけれども、そうですね、私はここに一人で移住してきて、いまだに一人なんですが、あんまり家族を持ちたいとか、そういう願望もなく、今は一人のらりくらりとやっておりまして、老後のことを考えたら、やっぱりちょっと病院バスで行かなきゃなとか、そういう不安はあるんですけども、ジャジャイン自体が介護施設もやってますし、もう本当にずっと一人だったら、最後そこでここのきれいな海と山を見ながら仕事してきた畑に囲まれていくのはいいかなと思ってます。ちょっとちゃんとした答えになってるか分かんないんですが。村上君どうですか。はい。老後に関して言えば田舎も都会もなくて、やっぱり正直わからないところはありますけれども、そういったところも含めて地域でコミュニティでやるっていうのは、やっぱり共通の課題であり、共通の認識なので、今の段階でこうだっていうのははっきりは言えないですけれども、そんなに特に不安はないっていうのは、やっぱ同じような課題っていうのを共有している、メンバー、仲間がいるっていうところが大きいと思います。ちなみにムチャチャインに移住してきた人たちっていうのはもっとたくさんいますよね。で、その中には移住してきた後に結婚しました、子供が生まれましたという人ってどれぐらいいるんでしたっけ、ざっくり。僕もそうですし、10組ぐらいはおります。10組。10組。ぐらいはやっぱり。移住してきた人たちが総数どれぐらいいるんでしたっけ、今。30、40かな。30、40ですよね。でしかも、この10年とか15年でいうと、3桁は完全にクリアしてるわけですよね。来たけど帰っちゃったとか。そうですよね。という意味で言うと、移住の学校みたいなもんですよね。そういうのをやっぱ受け入れてくれた、受け皿となったこの地域っていうのの、ところの2つもやっぱありますけれども。ムチャチャ園のもう一つの特徴はやっぱりみかん農家が集まって有機農業をやってきたんだけども、そういうあり方に移住者が関心を持って集まってきて、農業だけじゃなくて漁業をやったりっていう流れで、実は介護施設も自分らで作ってデイサービスとか
泊まれるような場所まで作っている、つまり自分らの暮らしで必要なことを農業という分野にとどめないでっていう、そういう流れもきっと不安を解消する一部じゃないかなと思いますね。竹平君、どうですか？何でしたっけ？ごめんなさい。移住ですよね。移住、今後の結婚、高齢化、等々、いろんなこともあって、そういうことを考えると移住というのに躊躇する人もいるんじゃないか。そのあたりでどんな実感を持っているかということだと思います。ですね、僕も僕も一人なんですけど、先のことをあんまり深く考えないタイプなんで、老後とかって言われるとちょっとゾッとしますけど、なんとかなるだろうぐらいしか正直考えてないですし、今んとこなんとかなってるんで、大丈夫です。はい。はい、ありがとうございました。社会全体がやっぱりね、今の20代なんかは、老後って年金ももうほとんど、ないんじゃないかとか、いろいろあるので、ある意味共通していると思いますけど、田舎だから資源は確かに今乏しいのかもしれないけど、逆に自分らで作るという、範囲というか、そういうまとまりっていう意味で言うと、むしろ可能性があるというふうにも言えなくもないなと思って今聞いておりました。ちなみに八百板さんも移住ではありませんけど、ちょっと離れた栃木出身で東京暮らしということですから、今の質問に少し引き付けてありましたら、ちょっと答えていただければと思います。あと2分なんでお願いします。そうですね、私自身の課題意識からっていう部分で今のコミュニティ作りっていうのもあるので、やっぱりなんていうんですかね、自分を軸に自分が表現できる場所をいくつか持っていくっていうのはすごく生き方として重要だなというふうには思っています。で、そんなに簡単なものではやっぱりないと思うので、やっぱりコアな場所、ムチャジャイアンさんもそうですし、今のグリーンタマの本もそうだと思うんですけど、やっぱり一つ根付いて自分を軸につながりを作っていくってこと自体が自分のも楽にするし、旗を楽にするっていう部分にもなってくるのかなとは思うので、なんかそこら辺は、私今30代なんですけど、やっぱり何かしら活動というか働くっていうそういう働き方っていうのはずっと必要になってくるのかなというか、生き方として大切になってくるのかなっていうのは自分としても思うところです。はい、はい、ありがとうございました。はい、あっという間に時間が来ましても、あと1分ということで、ほとんど今日はまとめるということは不可能な議論だったので、どっかで延長線やりたいなと思いましたけど、なんかいろんな言葉、ヒントになったと思いますけど、あえて言うと、エシカルなワークっていう、ちょっとややひねった打ち出しだったんですけど、今日話聞いてて、エシカルっていうのを、今日の分科会的に言うと、やっぱり倫理的とか難しい話じゃなくて、命を豊かに育むというのがイコールエシカルみたいなことかなと思って、そのためのつながりっていうことがやっぱりどこでも大事にされているっていうことなんじゃないかというふうに思ったことと、村上さん言っていましたけども、自分ができるようになるという喜びみたいな話ありましたけど、逆に自分がこんなことができないとか、こんなことが役割として果たせる、これは多分発見という話だと思うんですよね。でそういう発見ということが多分くっついているから面白かったり、ちょっとしんどくてもそういう楽しみがあるみたいなことも多分豊かさっていうことにつながる絵しかと思いました。3秒前、ちょっと